おはようございます。安倍義俊です。腕時計みたいなのはiPhone で、撮ってる画面が、ここにこう映るわけですよ。ちょっと画角を確認という感じで、今回は文房具の話で、ラミーというドイツの文具メーカーのサファリという万年筆についての話で、その中でも漢字2部というペン先が日本語の筆記に適したちょっと変わった2部の万年筆を手に入れたんで、それを手に入れるまでの顛末と、ちょっと資質などをして話をしようかなと思います。ガジェット系、カメラ系の、メインのチャンネルなんで、文房具の話とかをすると、再生数が下がったりとかインプレッションが下がったりとかいろいろあるんですけど、ガジェット好きの人こそこの手帳とか万年筆とかちょっとアナログの筆記具みたいなものに触れると新しい新鮮な楽しさがあったり、逆に、手帳とかを使っていてガジェット例えば iPhone とかに戻るとデジタルの便利さを再発見することができたりするので、非常に、おすすめです。なので、ちょっと同じチャンネル内でやってるんですけど、ぜひぜひ、興味を持っていただけたら嬉しいです。もともと僕はこのラミーのサファリの透明軸の、極細のやつを持っていて、で、ラミー自体はドイツの、文具メーカーで、かなり大手の、ところで、そうだな、特徴としては社外のデザイナーの人とコラボして、そのペンとかのデザインをすることが多いメーカーで、このデザイナー誰だっけな、ラミーもそんな感じで、書きやすさとデザインの良さと、それでいて割と低価格で、そのペン先の書き味も非常に良くて、でこいつは特徴としてはこの真上から見た時の断面が三角形になっていて、でその三角形のそれぞれの辺に親指、人差し指、中指がうまくこうはまることで、その自然な筆記角度で書くことができるっていうのが、非常に大きな、特徴になります。万年筆自体はこの、過去の動画でも喋ったけど、筆記の角度がずれると、例えばこのまっすぐだと非常に、滑らかによどみなく書けるわけですよ。これが、大体の場合ね、右に傾くと良くないのかな、右に傾くと、インク出ないんですよ。左だとちょっと出ることがある。でもめちゃくちゃ左偏ると出なかったり出たりするんですけど、そんなようなことが多くて、なので正しい筆記角度に、持つことが非常に大切で、その点ラミーはこの三角形の握りのおかげで誰が持っても自然な、角度になるのが、非常に理にかなっていて、この辺りがそのデザイナーの方の優れているところというか、そんな感じの万年筆で、毎年限定色が出たりして、そうですね、これも多分限定なのかな、シャイニーブラック、みたいなモデルもあったりして、あといろんなところとコラボしたり、でこのラミーのサファリのコレクションを始めると収集がつかなくなるということでおなじみの万年筆だったりするわけですけど、この間っていうかもう、今10月ですけど、9月の半ばぐらいに、吉祥寺のロフトに行った時にラミーサファリ漢字2部半額みたいなセールをやっていて、マジと思って、漢字2部自体はすごく興味があって、だけど、値段が高かったり限定でなかなか手に入らなかったりして、入手を諦めていたんですよ。それが要するに半額セールやるような商品じゃないわけですよ。それがその時売られてたのはこのシャイニーブラックのモデルで、本当かと思って、大当てでいやこれくださいって言って、漢字2部なんですかね、はいそうですみたいなやり取りをしたと思うんですけど、で買ったんですよ。で買ってきて、これが漢字2部ですみたいな感じで動画も撮ったんですよ。動画を撮って、これが日本語の筆記に適したあれみたいな感じで、この EF の2部とあんまり変わらないんだけど、これが漢字に適したあれみたいになって、よく見たらここにEF って書いてあるわけですよ。あれあれあれとなって、で後日、ロフトに行って漢字2部のモデルを買ったんですけど EF だったんですけどって言ったら、向こうもあらーみたいになっていて、ちょっとどういう事情なのかよく分からなくて、結局漢字2部はもう売り切れてないですよって言われて、と思って呆然としてたら、返金ならできますけどって言われて、と思って、もうインク通しちゃったし、サファリなんて何本あってもいいもんですからね、じゃあいいですって言ってちょっとしょんぼりしながら帰ってきて、漢字2部試したかったなと思いながら、だからこれは本当に漢字2部も売られていて売り切れてEF のやつが売れ残ってたこと、もう全くどういう状況なのかわからないですよ。わざわざでも漢字2部って大きく
張り紙までしてあって売られてたんで、なんでこんなことになったのかさっぱりわかんないです。とにかく手に入らなかったんですよ。で、それ一回手に入らないともう気になってしょうがなくなってしまって、漢字2部とかで検索してたらちょっと定価よりはちょっと高いんだけど、もうプレミアがついちゃってるような伊東屋とラミーのコラボで、ボディは樹脂製 ABS 樹脂ってなってたかな。だけどちょっとね、これ真鍮かな、なんか金属の、この軸の色とかも非常に美しくていいモデルの、これがまさに欲しかったラミーの割と自分の中ではまさに欲しかったやつなんですよ。それでちゃんと漢字2部なんですよが、ちょっと、見つけることができて、思わず買ってしまいました。後でちょっと漢字2部の漢っていう、漢の表記がデカデカと2部に書いてあるおしゃれなのか男らしいのかちょっとわからないですけど、自分としては非常にユニークで、万年筆やっぱり結構たくさんコレクションしているので、普通のペン先のものとかはそれぞれやっぱりこの重量バランスとかいろんなところで書き味の特色はあるんだけど、でも似てきてしまって、なのでちょっとこういう特徴のあるニブが非常に個人的には楽しいんですよね。そんなわけで買ってみました。サファリ自体はちょっと書き出す前にまたちょっと喋るけど、サファリ自体はさっきも言ったけど、いろんな限定カラーとかが出たり、大人気の万年筆で、要するに書きやすくてデザインも良くて価格も2000円から3000円ぐらいと手頃で、入門にもぴったりで、上級者にもぴったりでコレクションもできて、言うことなしの非常に人気の万年筆なんだけど、なのでパチモンもいっぱい出ていて、これは Amazon で確か98円とか、なんか信じられないような値段で売られていた中華製のパチモンで、ちょっと今これインクは通してないんでちょっとわかんないですけど、よく見てみるとなかなかにパチモンですね。だけど同じ樹脂製なんで、ちょっと尺に触るのは伊東屋のやつと並べた時にそんなに、パッと見の質感がその差が一瞬わからないっていう、ちょっと見ればここら辺に継ぎ目が出ちゃってたり、当然この伊東屋の本物のラミの方はそんな雑な作りにはなってないんだけど、みたいなところでちょっと見ればわかるんだけど、でもパチモン腹立たしいですよね。ちょっとどのぐらいなんだろうと思って買ってしまったけど、全くおすすめはしないです。ここら辺とかにちょっともうなんかプラスチックのバリが出ていたりとか、そんな感じでのものがあったりとか、もうちょっと言うと他のメーカー、これはイギリスのエッツィっていうハンドメイド品のフリーマーケットサイトみたいなところで買った、ラミのラミのパチモノを別に狙って買ったわけじゃなくて、これは全くこのインクシブルっていう確か、そのショップだったと思うんですけど、このショップ自体は僕は割と好きで、これは極細で、ペン先がちょっと面白い色で、価格も安かったんでなんとなく買ったんだけど、よく見てみたら、届いたのをよく見てみたらもう完全にラミパクですよ。おいおいやってくれるなみたいな感じで、なんていうか堂々たるパチモンでした。書き味的にはインクが詰まってますけど、この辺りがパチモンなわけですよね。だいぶ派手に詰まってるな。本家のラミーはこれもなんかちょっと数ヶ月使ってなかったけど全然バリバリ元気ですよ。みたいなことで、ちょっとこの話のからちょっと横それるけど、このインクシブル自体は何が好きかって、これは、今またちょっとラミから離れちゃうけど、日本の漫画用の丸ペンを、ペン先に入れているやつで、細い線が引きたい人はもう圧倒的におすすめ。日本では売られていない超極細線が引ける、多分プラチナの XEF 超極細ペン先とかが一番普通に書ける線では細い。あとは G ペンのニブを入れて使っているところでおなじみの、ちょっとこいつがまたね詰まりやすくて、ちょっともろ手を挙げておすすめできない。ちょっとまた詰まらせてしまった。ちょっとね、これは漫画用の G ペンのペン先で、また例によってちょっと詰まってますけど、ここが出してる超極細ペン先とかも細いんですけど、そういう、ペン先も多分圧倒するぐらい超細い線が引けるやつで、こいつも今ね3ヶ月ぐらい多分今書いてなくて、インク絶対詰まってんだろうなと思って書いてみたら意外と大丈夫でした。
みたいなペンがあったりして、話がそれたけど、そのインクシブリっていうそのエッジのサイトは個人的にはその悪くないなと思ってるんだけど、そんなところも出しちゃうぐらいラミーのデザインっていうのはその非常にポピュラーなんですよね。パチモンが出ちゃうぐらい。パチモンのことはいいです。で、やっと本題に入りました。この男と書かれた、漢字2部ですけど、そうですね。これは、ラミーの、ブルーが入っています。太さ的には今筆圧をかけずに書いてる分には普通の EF よりはちょっと太いですね。僕自身は細字が好きなのでいつも言ってるけど、ただ細字ばっかり集めちゃうと本当に書き味の幅がないので、こいつはこれで楽しく使っていこうと思っています。キャップポストもできますよと。でどうだろうな、僕自身がだからなんか毎度言うけど、もうちょっと字がうまければなと思うんですけど、何が漢字2部なのかっていうと、この止め跳ね払いみたいなその日本語漢字特有のその止め跳ね払いみたいな筆記が非常にしやすく、ニュアンスが出やすくなっていて、普通の EF よりは若干しなるかな。自分のサインに失敗するというね。サインがね、なんか油断すると今なんか失敗しましたけど、そうですね、その EF のペン先と比較すると明らかに書き味は違いますね。EF の方がやっぱ細いんで、ちょっと紙をなんていうかな、こう引っかかりはしないけど紙に食い込む感じがあって、こっちの方が柔らかくて、紙の上を撫でていくような書き味ですね。いや本当になんかちょっと日本語が見るからにペンポイントが EF の極細のやつよりも丸くぷくっとしてるんですよね。なのでその線もちょっと太く出ますけど、太いというほど太くはなくて、やっぱりペンをちょっと起こし気味に書くとかなり細い線が引けて、寝かすとだいぶ太い線になる。そうですね、角度でのニュアンスが大きくて、角度でのニュアンスの大きなペンというと、これはセーラーの筆で万年という、万年筆で、見てわかるかな。これを落っことして負けちゃったわけじゃなくて、もともとこういう形にめちゃくちゃペン先が反っている万年筆で、こいつもだからペンを起こしていると細い線が引けて、寝かすともう信じられないぐらいぶっとい線が引けるって、これはだいぶ極端ですけど、これはだから筆ペンみたいなその筆記が万年筆でできますよっていうペン先で、こいつはね逆さまにして裏書きするとめちゃくちゃ細い線が引けて、これ自体面白いんだけど、でこれで細い線が引けるペンとして自分は使えないかなと思ったんだけど、あまりにも極端に沿ってるせいで、ペンを予想外の位置にペン先が置かれちゃうんですよね。ちょっと思っていたよりも早くペンや紙にくっつくというか、なので思ったよりもちょっと下に線が引かれちゃうことが多くて、絵を描くのにはちょっと使えなかったです。でペン先自体面白いんだけど、あまりにもこれはやりすぎというか、面白いですけどね。なのでそれに比べると、漢字2部はそういう止め跳ね払いが、そうだね、ちょっと寝かし気味に書く方がいいですね。軽く入りつつ、筆のような柔らかさではないんだけど、ちょっとしなる感じで、
書き心地自体は非常にいいです。あとやっぱりなんかそのちょっと変わり種のペン先ということで書いていて面白いです。紙をこする感覚がやっぱりなんか万年筆は楽しくて、でそれがなんか個性的であると僕自身は非常にいいなと思うわけですよ。こいつ裏書きはどうかな。裏書きをすると、ペンポイントがない側なんで金属が紙に擦れて減るんで良くないですということを言われるんですけど、自己責任で弱い筆記で時々書く分にはそうだな、細い線引けるけどそれだったら、裏返すよりはちょっと縦めにして書いてあげれば十分に細い線が引けるんで、いいかな。こいつが例えばそうね、ちょっとしたその絵を描くのにも使えるし、筆記の角度によってその当たり外れなく確実にある程度筆圧が変わることが予想できるんで、なんかちょっと塗り込みたい時に寝かすとか、さっきみたいに目とかの細かいニュアンスを描きたい時にちょっと起こすとかみたいな描き方で確実に線の太さが変わるんで、筆圧でも変わるんだけど、多分万年筆だからあんまり筆圧っていうよりはそうね、角度で、ニュアンスを変えていくみたいな書き方に慣れていけば、線のニュアンスを幅広く持たせながらスケッチみたいなこともできて、そうだな、一番細い線が細い線マニアで申し訳ないですけど、あともうちょい細ければなってちょっと思うけど、面白いですね。ちょっとだから垂直に縦目にして書くみたいなことに、書き方的に慣れれば、ニュアンスを幅広くコントロールできて絵を描くにも面白いですね。で日本語を書くのは絶対楽しいペンなんで、手帳とかでこの太さの線で、大丈夫な人は、だから僕とかはちっちゃい手帳だったりとか細かく書きたかったりとかするので細いのが好きだけど、でもこいつで何枚か手帳書いてるんだけど、ちょっと見せられないですけど、手帳の紹介で難しいのは書いてることが見せられないことなんですよね。その個人的なことだったり仕事の予定だったりして、そんな感じでちょっとダラダラと喋っちゃいましたけど、ラミのそのサファリの漢字2部を紆余曲折の末手に入れました。伊藤屋とのコラボモデルで、センスがいいですよね。この軸の色に対してなんかこの金属のパーツの部分のこの色合いみたいなのはすごく良くて、これはお気に入りの一本です。で何のかんの言って、その予定と違ってしまったこのシャイニーブラックも結局のところ気に入って使っています。でもともとあったクリアの軸のやつもだからいい万年筆ですよということでした。漢字2部はだからめったになんか出ないので、興味がある方なんかもしたまたま売ってるのに出くわしたみたいなことがあったら8000円ぐらいしちゃうか。だからちょっと簡単におすすめですとも言えないんですけど、ちょっと楽しい万年筆です。最初の1本にどうかって言ったら、最初の1本だったら普通にのラミのサファリのこの線の太さとかを見て僕はだからついつい EF を買っちゃうけど EF とか、F とか、あたりを買うと、いいんじゃないかなと思います。ということでした。はい、ありがとうございました。ではでは。